はい、皆さんこんにちは。リザーンライダー63です。今日も一人です。天気良かったんで、出てきました。妻は仕事です。先般ですね、妻とタンデムした時に、最後の方に、テロップを出させてもらいましたが、妻もなんとか無事にですね、大型二輪の卒検が受かり、免許を取ることができました。ありがとうございます。ご心配をおかけしましたが、なんとか取ることができました。ありがとうございました。次はあれですね、バイクの納車なんですが、実はもうすでに契約を終わりまして、年内にはなんとか、納車が間に合いそうな話がありますので、次妻と一緒の動画は納車になるのかなというふうに思います。年内に納車になればなんとか頑張って、動画の編集をして年内に上げさせていただきたいと思っています。年は越したくないのでね、頑張って編集をして納車の動画を上げますので、その際はまたよろしくお願いいたします。いよいよ夫婦でね、大型2台でツーリングができる状況になりそうですので、非常に楽しみですね。今日もボクサーエンジンは快調です。気持ちいいぐらいスムーズに動いてます。ちょっとね、今日風が強いんですね。風が強いので、バイクに慣れない人はちょっとね、このぐらい強い風ちょっと嫌なのかなっていうふうに思いますね。私の妻も風が強いのは本当に嫌がってますから、確かにね、バイクがちょっと持っていかれるぐらいの感じの風になってくると、やっぱり気持ち悪いですよね。さーっと流れていきますからね、バイクはね。慣れてくればそういう強い風の中でもですね、うまく走れるようになるんですけどね、本当に強くなるとね、バイクがこう斜めになってまっすぐ行ってるみたいな、時もありますよね。特に高速道路なんか走ってる時ね、多少速度が出てますから、そこに強い横風が受けると、やっぱ斜めの状態になったままね、走っていくみたいな、そういう状況になりますけども、そういう時はね、やっぱりね、慌てない。バイクなんてね、そんな簡単にね、転倒する代物じゃありませんから、落ち着いてね、走っていけば大丈夫です。危ないなと思ったら、徐々にね、高速の道路なんかは徐々に速度を落としていって、自分が安心できる速度までね、落としていくということが大事です。ただし、高速道路もね、最高速度制限があるように最低速度制限っていうのがあるので、その最低速度から、下に割り込まないようにね、高速道路最低速度制限50キロだったかな、それ以下で走ることは、違反になりますから注意しましょう。ですので、風強風が吹いたからといって決して慌てることはないですよ。バイクはだってこのバイクだって240、50キロあるわけですよね。普通のリッターバイクになるともう200キロ超えでしょ、みんなほとんどね。400だって170、80キロあるわけじゃないですか。そんな簡単にね、風がいくら強いっつったって、すっ飛んでいく、風によってすっ飛ばされるなんてことはね、ないですよ。そういうぐらいの台風みたいなね、瞬間最大風速がすごい何十メーターなんて言ったら、そもそもバイク乗らないですからね。ですからそういう状況になったら慌てないでね、行きましょう。それからコメントにありましたが、止まるときによくなんか転んでしまうっていう方がいて、
どうしたらいいでしょうかみたいな。でふらつくらしいんですね、止まるときにね、どうもね。で白バイを見てるとスッと止まってピタッと足をつくと、どうしてそういう風にできるんですかっていうコメントがありましたが、やはりブレーキのまずバランスが良くないんでしょうね、そういう方はね、止まる時のね。ですからフロントブレーキだけを強くかけてリアブレーキが生きてないとかね、バランスよく、私の前初心者のためのバイクを安全に乗るためのポイントっていうところでもちょっとお話ししましたが、ブレーキっていうのは前と後ろをねバランスよくかけるんで、バイクがねちゃんと沈み込んでいく、下に重力によってね。ですから、安定して止まることができるっていうお話をしてるんですけども、前だけを強くかけると後ろが上に上がってしまう。逆に後ろばっかりかけると後ろが下がって前が上がってしまう。ですからバランスよく止まることは当然できないですよね。だからフロントブレーキとリアブレーキをですねバランスよく、フロントが7ぐらいでリアが3ぐらいっていうねいう感じで使っていただくといいのかなというふうに思いますね。結構ねリアブレーキってなかなかねうまくかけられる人は初心者の場合いないんですよね。こう足をグッと踏ん張れないっていうのかな、ペダルを踏めないっていうのかな、なんか乗せてるだけみたいな、逆の人もいますけどね。逆の人もいて、教習所でリアブレーキを主に使いなさいなんていう指導をね言って、でリアブレーキがバイクは、主要なブレーキだっていうふうに思ってる人もいるんですよね。私の妻も最初そうでした。中型二輪取って教習所を出て卒業してから、忍者400に乗った時にねそういう話をしていて、教習所でリアブレーキを主に使いなさいって言われたんで、リアブレーキを強くかけてるって。でやはりね止まる時にねぐらつくんですよね、その時はねバランスよくかけられてないから。でそこで話をして、フロント7リア3だよ、逆なんだよっていう話をした。そしたらそういう風にかけられるようになってからバランスよく止まれるようになってきました。ですからブレーキね止まる時のバランスっての大事なんですね。やはりね前ブレーキは強め、後ろブレーキは弱めっていうのは理想ですからね、そのようにやってみてください。あとね、止まる時にバランス崩すのは、止まる瞬間にねハンドル多分どっちかに切れてるのかな、まっすぐになってないと思うんですよね。例えば足がなかなか届きづらい方いらっしゃいますよね。そういう方は私のがべったりついちゃうんでいいんですけど、つま先立ちとかっていう方はやはりどっちかに体がこうねお尻をずらして足を出して止まらなきゃいけないなんていうこともあると思うんで、そうするとハンドルをねちょっと左の方に切りたくなりますよね。バイクも左にちょっとかしぐのかな、傾くっていうのかな、止まるときにね。それでバランスを崩す可能性もありますので、そういう方はですね低速で走ることを徹底的に練習をする。低速でバランスを取りながら走る方法、いわゆる一本橋ですよね。一本橋のような走り方を徹底的に磨いてですね、止まる瞬間までそういう状況を続けてからパッと止まって足をパッと出して止まるみたいな、そういう練習をやってみてください。そうするとバランスよく止まれるようになると思います。やっぱりバイクの上達についてね、
はい、大丈夫でした。バイクの上達って、コメントでお答えをさせていただいた、動画ありますけど、どういった時は上達をしているポイントですかっていう質問に対して、私はU ターンとかね、カーブの曲がり方っていうのを話にしましたが、その後に、低速でね、ゆっくりと、一本橋をのような走り方をしっかりとできる、それが上達をしているっていうポイントになりますよってお話ししましたけど、やっぱりそうなんですね。低速でいかにこうバランスを保っていけるかっていうのは、このバイク二輪車にとってはね、上達の鍵ですよ。バランス取って乗ってる乗り物ですからね、これがしっかりとやっぱりバランスが取れないんじゃねダメですよね。より低速になった時にピタッとねバランスを保つことができるっていうのが、やっぱりバイクが停止する時に一番大事なことですよね。そうするとバランスを崩さずに、停止した時に、転倒するってこともないのかなというふうに思いますので、よく低速で走る、アクセルとクラッチの、バランスですね。これしっかりと磨いてみてください。よろしくお願いします。今日はね、ちょっと12月らしいぐらいちょっとね冷え込みましたね。昨日はもう、20度超えしてましたけど、12月とは思えないような記録的な暑さでしたが、今日は打って変わって12月らしい。昨日は暑かったので余計寒さを感じるのかな。こんな感じしてます。でも全然寒くないです。グリップヒーターつけて、下に上着でなんかダウン着てますんで、寒さ全く感じません。気持ちいいです。どんなに寒くてもこうやってバイクで走ってると、なんでバイクってこんな楽しいのかなっていうふうに思っちゃいますね。いいですね。アクセル戻してシフトダウンします。でブレーキをじわーっとかけていって止まる寸前に足を出す。こんな感じですね。こんな感じでやれば、停止する時もふらつきもないし、転倒することもありません。慌てなくていいのでね、ゆっくりと試してください。バイクって二輪車でバランスを保ちながら乗る乗り物なので、自分が乗ってる人はですね、無理やりこうバイクが行きたくないっていうようなところ無理やりこう行かせようとしたり、無理やりこっちだみたいな、無理やりこう止まるぞみたいなやり方すると、なんかねバイクもねへそ曲げるのかもしれないですけど、うまくついてきてくんないですよね。そういうことも考えながらうまく乗ってみてください。あとコメントでセンパーのニーグリップを強化する意味で白バイの訓練をちょっとご紹介しましたね。中腰っていうやつと、あと体重状態の移動ですかね。非常に好評いただいてまして、中腰っていう訓練もですね、やっぱりね最初はきつくて筋肉痛になったりとかするんですよ。だからですのであんまり無理しないようにねしてくださいね。乗る前にちょっとね 1,2 分やってみるとかっても全然違うんで、体重移動のね、状態移動ですか、焼き鳥の体勢ですかね。あれもやっぱりねコーナリングするとき大事な姿勢ですので、その辺もよく、練習してみてください。オートバイってね、バイクってこう走ってる時だけこう練習じゃなくて、ああいうふうに止まってる時もたくさん、できる練習っていうか訓練があるんですね。なので
今後もまあ、頃合いを見ながらご紹介していければいいなっていうふうに思ってますんで、よろしくお願いします。なんか遠くの方に富士山が綺麗ですよ。今日も真っ白けです。雪をかぶってね、今カメラで映ってるかな、反対車線のトラックの上の方に頭ピョンと出てるんですけど、走り出したら一番絶好のポイントかな、これ多分。右斜め前ですね、富士山。あ、見えます？綺麗ですね。今日は最高です。今日も最高です。富士山、富士山ありがとう。いい景色を見せてもらってます。絶景です。皆さん見えました？いや、そんなこんなで、妻の納車が非常に楽しみです。果たしてバイクは何でしょうって言ったところで皆さんご存知のと思いますけどね、今更なんですけどね。だってバイク探しの旅って言ってもレベルしかまたがってないじゃんっていう感じですよね。まあ、妻はもうレベルもう大好き人間になってますので、レベル以外はないですね。足つきはねすごいですね。私も1100またがりましたけど、足が余っちゃうんですね、私なんかね。逆にちょっと運転しづらいかなっていう印象を受けました。まあそんなこんなで、妻の納車を楽しみに待っているところであります。本日もご視聴ありがとうございます。ご近所をちょろっと走りました。ちょっと短い動画で恐縮です。バイクを楽しんでください。そして安全運転でね行きましょう。リターンライダー63でした。それではご安全に。ご安全に。